どうも、あみあみパフと申します。今回はポコポコ感とバイカラーが革スマホケースを作成しました。バッグにつけてもそのまま持っても可愛いです。ポコポコは見た目も可愛いですが、スマホを守ってくれる機能性もあります。とっても可愛いので、ぜひ一緒に作成してみてください。用意するものはダンスマーカー、糸通し、とじ針、ハサミ、かぎ針8号、10号、毛糸2色です。メランジトリコのピンクとアイボリーを使用します。お好きな糸とカラーで編んでみてください。まずは糸を左手の薬指と小指で挟み、人差し指にかけ、中指と親指で糸を持ちます。糸をピンと張り、かぎ針を下から押し当て、ぐるりと半時計回りに回します。針をかけ、引き抜き、結び目が小さくなるように糸を引っ張ります。10号針でもう一度針に糸をかけ、引き抜き、鎖編みが一目完成しました。全部で鎖編みを60目編み進めます。鎖編みを60目編み進めました。かぎ針を10号から8号に変えます。立ち上がりを一目編み、2目目の裏山に細編みを編みます。1目目の細編みにはマーカーをつけましょう。1目に1つずつ裏山に細編みを60回編みます。ラスト1目まで編むことができました。最後も裏山に細編みを編みます。立ち上がりの鎖を一目編み、編み地をひっくり返します。まず一目目は全目に細編みを編みます。一目目の細編みにはマーカーをつけておきましょう。次は長編み5目のパプコーン編みをします。まずは隣の目に長編みを5つ編み入れましょう。針に糸をかけ、全目に針を通し、糸を引き出し、2ループ引き抜く。さらに2ループ引き抜くことで長編みを編むことができます。同じ目に5つ長編みを編みます。長編みを5つ編むことができたら、糸を引き出して針を抜き、最初の1つ目の長編みを数えます。最初の1つ目の長編みの頭に表から針を通し、ループを引き出してポコポコを作ります。これでパプコーン編みが1つ完成しました。次は隣の目に細編みを1目編みます。パプコーン編みで隠れやすいので注意しましょう。細編みが1目完成したら次はもう一度パプコーン編みをします。細編みとパプコーン編みを交互に編み進めて、パプコーン編みを10個作成しましょう。パプコーン編みを10個完成させました。次は V 字になっている全目の向こう半目1本を取りながら編み進めます。半目1本を取り、細編みをします。端まで編み進めましょう。端まで編み進めました。マーカーを外し、最後の目は全目を拾って細編みを編みます。
鎖編み1目で立ち上がり、編み地をひっくり返します。最初の目の前目を拾って細編みをします。1目目にはアンカーをつけておきましょう。次からパプコーン編みまで奥の半目1本を拾って細編みを編み進めます。パプコーン編みからは全目を拾って編み進めます。パプコーンの部分は分かりにくいので気をつけて目を拾ってください。マーカーを外し、こちらも全目に細編みを編みましょう。鎖1目で立ち上がり、編み地をひっくり返します。2段目のパプコーン編みの段と同じように10個パプコーンを編み進めます。糸が短くなってきた時の糸換えの方法を説明します。まず、長編みを途中まで編み進めます。最後にルップを引き抜くタイミングで糸を休め、新しい糸を持ってきます。新しい糸で最後の2ルップを引き抜き、長編みを完成させ、糸を引っ張り引き締めます。パプコーン編みを完成させ、次の細編みとパプコーン編みから糸を編みくるみます。ある程度糸を編みくるむことができたら、糸端を切り、なじませましょう。パプコーン編みが3段分完成したら次は別の糸に変えて編み進めます。最後の目のマーカーを外し、細編みを途中まで完成させます。2ループを最後に引き抜くところでピンクの糸を休め、次の新しい糸を持ってきて、細編みを完成させます。新しい糸で鎖1目で立ち上がります。ピンクの糸は糸処理できる分だけを残してカットしてしまいましょう。編み地をひっくり返し、白い糸のみ編みくるみながら細編みを編みます。マーカーをつけましょう。次から奥の半目1本を拾いながら全部で斜め細編みを編みます。全部で斜め細編みを編み進めました。次は33目鎖編みを編み進めます。33目鎖編みが編めました。鎖編みがねじれのないように確認をします。パプコーン編みの編み目に細編みを編みます。このまま細編みを全部で20目編み進めましょう。細編みを編み、パプコーン編みも編み進めてきました。鎖編み部分はどこを取ってもらってもいいですが、半目と裏山を拾って編み進めます。
鎖の部分を編み終わったら、奥の半目1本を拾いながら細編みを編みます。マーカーを外し、前目を拾って細編みを編みます。白い糸のパプコーン編みが3段できるまで編み進めます。3段できるまで編み進めてきました。次の細編み段はいつも通り編み進めてください。細編み段を編み進めました。最後もいつも通り、マーカーを外し、細編みを編み、立ち上がりの鎖を一目編み、編み地をひっくり返します。この段ではパプコーン編みを編まず、最初の20目すべてで前目を広い細編みを編みます。端から20目目、パプコーン編みの最後まで編むことができたらマーカーをつけておきましょう。次はいつも通り、奥の半目1本を拾って編み進めます。奥の半目1本を拾い、往復で編み進めました。これからパプコーン編みを編みますが、飛び出させる向きが変わるのでまた説明します。マーカーからパプコーン編みが始まります。まずはいつも通り長編みを5目編みましょう。長編みを5目編んだら、いつもは手前から初めの長編みに針を刺しパプコーン編みを作成していましたが、後ろから針を刺してパプコーン編みを完成させます。次からはいつも通り、細編み、パプコーン編みを繰り返して端まで編み進めます。新しいパプコーン編みの編み方をパプコーン3段分繰り返して編み進めます。3段分繰り返して編み進めました。ラストはパプコーン編みの次の細編みをマーカーを外して編みます。細編みを2ループ引き抜く手前で白い糸を休め、新しい糸を持ってきます。これで糸換えが完了しました。ピンクの新しい糸で立ち上がり、編み地をひっくり返します。最初の目は前目を取り細編みをしますが、ピンクの糸を編みくるむようにしましょう。またいつも通り細編みを20目編み進めます。白い糸はパプコーン6段分の3倍の長さを残してカットします。マーカーの手前までピンクの糸で編み進めました。マーカーを外し、細編みを編み、再度マーカーをつけておきましょう。次は鎖を33目編み進めます。33目編み進めました。次は端から斜め目を数えて、斜め目から奥の半目1本を取り細編みを編み進めます。鎖編みがねじれていないように注意しましょう。端まで編めたら、マーカーを外し、前目に細編みを編み、鎖一目で立ち上がり、編み地をひっくり返し、再度前目に細編みを編み、マーカーをつけます。
残り6目分奥の半目1本を拾って細編みを編みます。鎖編み部分は1度目と同じく半目と裏山を拾って編み進めます。端まで編み、パクコーン3段分を編み進めましょう。パクコーン3段分を編むことができたら残りは1段細編みを編んで編み地は完成です。まずパクコーン編みの20目は全目を拾い、細編みを編み進めます。20目分細編みを編み進めました。次からは奥の半目1本を拾って細編みを編みます。最後まで編むことができました。最終的に最初のピンクのパクコーンが3段、白が6段、ピンクが3段あるはずです。そして33目分の穴が2つ開いています。最終的にこのように2つに折ってつなげるため、ピンクの部分をつなげる長さの3倍残してカットします。カットしたら糸を引き抜いておきます。とじ針に糸を通したら、全目と全目を拾って編み進めましょう。最初は何度か閉じることで丈夫にします。編み方はお好きな方法で OK です。編み地と糸は合わせて編み進めます。端まで閉じてきました。端も何度か縫い付けることで丈夫にします。底部分を縫うときはパクコーンが編みにくいので、内側に入れ込むようにしましょう。そこは編み目の頭を拾えないので難しいですが、拾えそうなところを拾えれば大丈夫です。ピンクの最後の目も何度か編むことで丈夫にしておきましょう。編み終わったら糸処理をしてカットします。その他の糸でも同じようにして編み付けましょう。最後は上部も同じように編み地によって糸を変えて縫い付けたら完成です。全体的に編み付けることができたらひっくり返し、形を整えましょう。ケースは縦が40センチ、横が10.5センチです。ピンクと白ともに玉とちょっと使用しました。いかがでしたでしょうか？ポコポコが革、スマホケースを編むことができました。スマホのサイズによって横や縦の長さを調整してみてください。糸も1色だけ使ってももっとカラフルにしても可愛いです。自分だけのケースを作成してぜひ使ってみてください。ここまでご覧くださりありがとうございます。可愛いものをたくさん作っていきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。コメントももらえるととっても嬉しいです。メルカリでも販売しておりますので、よかったら覗いてみてください。